こんにちは、山形です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ようこそ、キーボードの神戸へ。キーボード祭り第2弾ということで、本日はお送りしていこうと思います。私ね、MacBook Pro 16インチを使ってるんですけども、このマシンね、USB Type-C しか接続端子を持ってないです。サンダーボルトの端子が4つですね。なので、拡張しようとすると、USB Type-C のハブが必要になってくるんですよね。動画編集もしてるので、SD カードとかね、それから USB ドライブなんかも、頻繁に抜き差しするってことがあります。こういった操作はね、手元でしたいんですよ。そんなあなたにお送りするのが、こちら。コールド KDK1 キーボード。こちら、2020年8月6日現在、クラウドファンディングサイト幕開けで実行中の商品なんですけど、コールードのね、日本正規輸入総販売代理店、セトワークス様より、レビュー用にこちらお借りしております。サンプル品ですので、実際にね、皆さんのお手元に届くものとは異なることがあるので、そこだけご注意ください。商品の特徴はこちら。9-in-1 多機能ドッキングステーション搭載で、キーボードをつけるだけでパソコンの機能が拡張。Apple のシザースイッチ方式で安定感の高いキーボード。レトロな丸いキーにアルミの本体を組み合わせて高級感あるデザインを完成ということですね。まずは何といっても、ハブ機能が内蔵されているのが面白いし素晴らしいと思いますね。で、内蔵されている機能は7種類になります。HDMI、TF カード、SD カード、USB 2.0、USB 3.0、USB パワーデリバリー、USB Type-C となっております。TF カードというのはマイクロ SD カードと同じですね。対応する OS は次の4種類。MacOS、iPadOS、Windows、Android。USB パワーデリバリーは 100W まで対応しているということなので、MacBook Pro 16インチにも、もしかしたら給電可能かなというふうに思います。で、あとは HDMI は 4K30Hz までの出力に対応しているということです。で、もしね、ゲームを 4K でするよって方は、30Hz までしか出ないので、遊ぶゲームにもよるんですけど、もしかしたらちょっと厳しいかもしれないですね。まずはね、このキーボード、私のチャンネルで初のメカニカルじゃないキーボードになります。フルサイズのシザースイッチ方式で、現行 MacBook Pro 16インチや、から Apple Magic キーボードと同じ方式ですね、になってます。で、あとはファンクションキーとかね、10キーっていうのも、あるので、大きさとしては、なかなかの大きさかなというふうに思います。で、色はね、3色展開になってます。シルバー&ホワイト、グレー&ブラック、そして今回私がね、お借りしているオールブラック、この3種類になってます。本体はアルミ素材でできていて、その質感はね、結構なかなかだと私は思います。実際に触ってみた感じとかね、それから机に置いた感じも安っぽさはね、ないかなと思います。裏面なんですけど、裏面には角度調整用の足はついておりません。で、横にね、Apple のマジックトラックパッドを置いてみたんですけども、薄さとかね、それから角度は、程よくいい感じに似ているので、置いてね、使うのも違和感なく使えるかなと思います。そして、配列は英字配列になっております。なんですけども、面白いんですね、これ。ひらがなの刻印があるので、なかなかね、ちょっと面白い外観かなと思いますね。それから外観の特徴の一つとしては、このキーキャップがね、丸いっていうのもあると思います。このね、丸いっていうのが実際の入力していくときにどんな影響があるかっていうのは、この後の打鍵チェックで確認しようと思います。それからね、私が好きな光る系もあります。バックライトも光ります。光り方は1種類なんですけども、ホワイトに発光しますので、ピカピカとね、主張する感じの光り方じゃなくて、ホワイトにセンスよく光るっていうのもいいかなと思いますね。そして、ファンクションキーもね、メディアコントロール的な要素を含んでいるのが結構ありますので、なかなかね、快適なんじゃないかなと思いますね。ボリュームコントロールとか画面ハードコピーのキーが独立しているっていうのは便利だと思います。有線接続専用になってますので、無線では接続できません。
USB ハブ機能がね、このキーボードの役割なので、優先になってしまうのはしょうがないと思いますね。それではね、早速入力していってみましょう。打鍵で気になるのはこの丸いキーキャップですね。で、入力してみてわかるんですけど、なかなか実はこれ、いい感じです。で、私個人的にはこの丸いっていうのは全くと言っていいほど気にならなかったですね。で、そもそもこのキータッチは MacBook Pro 16インチに非常に似ている感じなので、シザースイッチ方式だからね、似るのは当たり前なんですけど、日常使いで MacBook Pro とかね、だから Apple Magic キーボードを使っている方には違和感なく使い始められるかなと思います。そして、このキーボードはフルサイズの大きさになっています。で、10キーとかね、ファンクションキーも全てついてますので、10キーがこの右側につくっていうことで、マウスの操作がね、かなり右側に寄ることになるんですね。で、私は今まで10キーレスのキーボードをずっと使ってたので、もともとマウスここだったのが、10キーついた分だけこう右に寄りますので、最初はね、違和感っていうのをちょっと感じておりました。それでは、数日間このキーボードを使ってみての感想です。いい点がね、3つあるので、まずそこからいきましょう。1つ目。キーボードがシザースイッチということで、日常でね、MacBook Pro、それから Apple Magic キーボードを使っている方には、キータッチは違和感なく操作できると思います。2つ目。アルミ製で質感の高い本体。机の上に置いてもなかなかね、物としての満足度が高いかなと思いますね。触っていても気持ちがいいですね。3つ目。PC の日常作業でいろんな機器と接続するときに、それらがね、手元でできるっていうのはいいかなと思いますね。特に USB メモリとか SD カードなんていうのは、日常のオペレーションで結構ね、頻繁に操作するんですけど、僕はね、手元で操作できるのは便利だなと思いました。一方で、このキーボードの弱点っていうかね、気になった点ですね。こちらもね、3個あります。1つ目。当たり前なんですけど、USB ハブとして見たときに、キーボードを選ぶことができないっていうことですね。キーボードなのにキーボード選べないってのは変な指摘なんですけど、USB ハブとして見ちゃうと、そういうものがありますと。どうしてもね、メカニカルキーボードがいいよとか、それから10キーレスがいいんだっていう人には、すいません、ごめんなさい。向かないです、このキーボードね。で、2つ目。キーボード周辺がケーブルでごちゃごちゃします。当たり前ですね、これもね。キーボードが USB ハブになっているので、キーボードにね、様々な機器が接続されることになると思います。で、ケーブルがね、複数机の上を這うことになるので、どうやってね、綺麗に取り回せるかっていうのが、実際問題としてあるかなと思いますね。3つ目ですね。英字配列にもかかわらず、日本語の刻印があります。人はね、なぜ英字配列を好むのか。その理由の一つに、シンプルなキーボードを使いたいからってあると思うんですよね。でも私もね、そのうちの一人なんですけど、やっぱり英字配列だったら日本語の表記はなくてもよかったかなと思います。あとはね、欲を言えば、もうちょっと端子があってもよかったかなと思いますね。一つはヘッドフォン端子。ヘッドホン端子ってパソコン本体にあるんですと思うんですけど、これもね、つけたり外したりって結構あると思うんですよ。特に最近ウェブ会議とか多いので、マイク付きのヘッドフォンとかね、つけたり外したり私結構するんですけど、この辺もね、手元で操作できるようになってると良かったかなっていうふうに思います。一方でね、Bluetooth 接続使えよって話もあるので、それはもしかしたらちょっと運用でね、乗り切れるかなというふうに思いますね。で、もう一個は、USB Type-C。最近だと SSD の外部ストレージっていうのも結構 USB Type-C の場合が多くなってきてるので、Type-C はね、もう1個ぐらい、もう1、2個あってもよかったかなっていうふうに思いますね。はい、まとめです。USB ハブ機能を内蔵したスタイリッシュなシザースイッチキーボード。色も3色から選べて質感も高い。日常作業の機器の接続も手元でできるコールード KD-K1 キーボード。いつも MacBook Pro、それから Apple Magic キーボードを使っている方には違和感なく溶け込めると思います。数日間使ってみて、外部キーボードとして入力感については全く問題ないと言えます。USB Type-C のね、ハブの購入を考えている方は、購入の選択肢の一つと思ってもいいかなというふうに思いますね。今なら、幕開けサイトで
14,200 円で応援購入可能となってます。この金額ならね、USB Type-C のハブとして見てもなかなかコスパがいいんじゃないかなと思いますね。概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければぜひチェックしてみてください。ということで、この動画がね、ためになって面白かったという方はぜひ、グッド評価をお願いします。あとね、チャンネル登録まだの方、この夏まだあと2つキーボード祭りやりますんで、チャンネル登録をしてお待ちいただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。